くなってきたじゃねえか。啊，芝居はへったくそなやつだけどよ。芝居じゃついていくのがやっと。でも感情だけは負けねえぞ。这布景也好漂亮啊！有一种独自离场了的感觉了，把舞台交给了他们。哦，さっきのシーン乗るべきだったんじゃないのか。仕方ないじゃない。あんたは自分が主役って演技するし、黒川茜も主役食ってやるって演技するし、みんなが好き勝手やってたら舞台はまとまんないでしょ。一人くらいは調整役やらないと。ところで何してんの？台本読みたくてメガネかけようとしたらメイクさんにストップ、メイク取れちゃうって言われてエアメガネしてる。当然でしょうに。コンタクトしてないの？しなさいよ。相手の演技見えないでしょ。動きは大体見えるからいい。いやいや、それじゃあ表情とか。表情って見る必要あるか。遠い席の人はそもそも表情なんて見えないだろう。俺は逆に見えないものを前提に演技しない。だったら最初から表情なんて見えない方がいいってのが俺の考え。役者同士なら動きだけで語り合える。だからってコンタクトしないのはやりすぎ。でもコンタクト怖いし。そっちが本音でしょ。啊，他就是不敢戴。総じてどこか変なのよね。で、なんで今さら台本チェック？黒川が乗っててこのままだと食われるからな。このシーンアドリブ入れるぞ。そういうのは都开始即兴了。お前ならどんなアドリブだろうと合わせられるだろう。私を誰だと思ってるの？家族の敵、お前だけは。ああ、誰のことだ？倒したやつのことなんかいちいち覚えちゃいねえよ。先走りすぎよ。仕方ない子ね。私も一緒に戦ってあげるわよ。おしろ。戴的好漂亮。何を手こずっているのです。早く新宿のネズミどもを駆除しなさい。だったらお前も戦えよ。お前が渋谷で一番強いやつか。貴様には志があるのか？鞘姫にはある。志ね。ないことはないと思うが、俺は口で説明するのは得意じゃねえんだ。だからよ、語ろうぜ、俺たちの刃で。いいだろう、姫川大輝。劇団7ないの看板役者。一つ一つの所作に感情が乗っている。まるで情報量の塊。哇，これが感情演技。ほらどうした、楽しもうぜ。悪いけど役者として格上の相手と同じ土俵で戦うつもりはない。完全不让他人的颜色染到自己。ほう、無感情。対比構造
ですか。対比構造？感情をむき出しにする姫川に対し、热烈和冰冷的颜悪色。魔君は感情を押し殺した演技。どちらがいい悪いの比較じゃなくなっているんですよ。姫川が熱い炎のような演技をすればするほど、アクア君の但是丝毫不受影響。頭のいいカウンターですよ。ですが、姫川はそんな簡単に対処できる役者じゃないですよ。つまんねえな。もっと楽しもうぜ。なんだあいつ。それにあの名刀、他の刀とは何か。もうすぐ姫川さんがアドリブ入れるって言ってたシーンだけど。避けろつなぎ。来た。台本にない芝居。还是很大胆的，这么加。こっちに全振りかい。アクア、私がうまくつなげるから合わせて。女、遊んでる場合か。命を賭して死に合うのは男だけでいい。男に守られなければ戦場に立てないようなら、我服了。アドリブ。私は戦える。こんなに柔らかい体をしてか。もう少し鍛えたらどうだ。あんた、乙女の魅惑ボディに何すった。やはりお前は女だ。男は女を命を賭して守るものなのだろう。だから俺は絶対に負けるわけにはいかないのだ。台本に交流。アクアってこんなに受けがうまかったんだ。何よ女ってなめないで。なめてなどいない。知らなかった。こっちから無茶をすることなんて今までなかったから。这也可能也比较符合他们俩在这个故事里面就是炒的那个 CP。一人くらいは調整役やらないと。いずれにせよ、俺はお前に危害を加えるつもりはない。立ち位置は私を中心に誘導して、私に視線が集まるように立ててくれてる。やりやすい。役者同士は動きだけで語り合える。お前が調整役に回る必要はない。裏方は俺に任せろ。どんなアドリブだろうと受けてやる。やりたい演技やれよ、有馬かな。看到他还是容易受阿夸的影响啊，就是阿夸也真的帮助到了黑川他的愿望。確かにあんたは人を引っかき回すの得意よね。母はどうやらその昔芸能人になりたかったらしい。だから私にその夢を託した。私が売れて憧れの芸能人とおしゃべりしたり、ホームパーティーにお呼ばれしたり、一発の業界人を気取れてどうやら楽しかったらしい。私も楽しかった。太可愛了あ何も考えず好き勝手演技していれば、みんなが天才子役と持ち上げてくれて、お母さんもニコニコ。私の人生が一番幸せだった時期だからこそ、ママは有馬カナの人気に一番敏感だった。私の人気に陰りが見えてからの母はちょっと大変だった。なりふり構わず営業をかけて出城を増やせと現場を困らせて、私にもちょっとなんていうか当たるようになって。お父さんが他の女の人を好きになっちゃったのも、そんな母に嫌気がさしたからだと思う。お母さんは売れてる有馬カナが好きだった。私はこの業界で生き延びなければならなかった。
もう少し周りとうまくやらねえとこの業界長くやれねえぞ。曲がりなりにも消えずにこの業界でやってこれたのは監督の言葉のおかげだ。あの時ああ言われてなけ他れば开始改变了自己私はとっくに消えていた。相处的方式私。は天才じゃないって知って大人は演技力より使いやすさを求めることを知ってこのオーディション所以开始变得去融入那个环境，決まってるって而不是去显得那么跳脱。何かの間違いだよね。気に食わないことも全部飲み込んで生き延びるために私は他人に合わせる演技を覚えた。あんたたちは楽しそうに演技するわね。見ててこっちも楽しくなるわ。私はこっちでいい。その方がみんな喜ぶから。大人の人もママも。私は主役じゃなくていい。哦，あんたはい他自己把灯灭了，但是阿夸主动为他亮起了。私なんか持ち上げても何にもならないわよ。剣の役柄は天真爛漫な戦闘狂だ。縮こまった演技じゃ映えないだろ。まあそれもそうなんだけどね。でも好き勝手やったら周りの迷惑に。周りの奴らがそれを見たいって言ってるんだ。哇，这个照亮，フォローは俺がする。俺も有馬のやりたい芝居を見てみたい。哇，悪はあんたが悪いんだからね。哦，好闪，私を変にさせる。哇，眼睛里面真的是成星星了。バカにするな。私を誰だと思ってる。哇，是他们两种颜色的这种流星啊。楽しそう。そうだったね。大家的目光都聚集在他身上了。安い泣き演技がクローズアップされがちだったけど有馬かなはこういう演技で一世を風靡した。目を焼くほどにまばゆい太陽のようなスターの演技。今まで便利な役者だから使っていたけれど枯れてなかったのか。わからないもんだね。ほら見たかったでしょ。就是黑川说的太阳般的照耀别人，吞噬别人的。もっと私を見て。哦，ドキドキ。有馬、バカね。お前たちが楽しそうでいい演技をするな。眩しい。哦，可爱。そういうあんたはどうなの。俺は違う。お前たちみたいなスター性を俺は持っていない。そうだよ。そういうかなちゃんが見たかったの。そういうかなちゃんに勝ちたかった。ブレード、今よ。哦，勝ちたかったな私は。
刀を取れ。女を切られて黙って引き下がるのか。もういい。俺は鞘姫のために戦っていた。守れなかった今となっては戦う理由がない。それだけか。あるんじゃねえのか、お前の中にも。芝居は楽しいだろう。你这已经是阿快最重要的一场戏了。でもお前は楽しい時ほど苦しそうな顔をする。パニック障害はそんなに珍しい症状じゃないんだよ。私の友達にも何人かいるしね。対策方法はパニックになるトリガーを理解すること。電車でパニックになる子も人と一緒だったら症状出なかったりするし、いつどこでパニックが起こるかわからないって状況が余計にパニックを引き起こすから。トリガー。俺のトリガー。罪悪感違うか。俺も一応役者経験あるからな。数日間お前を見てて分かった。芝居に夢中になって演じてて楽しいって思う瞬間がある。お前がパニックを起こすのは決まってそういう時だ。演技を楽しむことへの罪悪感。他觉得自己不应该有这么开心的时お候。前の母親への罪悪感。それがお前をおかしくさせる。違うか。知ってたのか。いい加減お前との付き合いも長いからな。うすうすは分かってた。お前ら兄弟の愛への異常な執着。一番最初に会ったのも愛のいる現場だった。一度気づけばいろいろ合点がいく。お前が芸能界にこだわる理由も大方想像がつくよ。しんどいな。演技を楽しむこともできず、まるで復讐するために演じてるようなものじゃねえか。一度演技から離れて治療に専念するのも手だぞ。他觉得自己没那个时间，他觉得自己一定要赶紧。愛の無念を晴らすことだけが俺の生きる意味だ。就像现在，他为公主倒下，取るべき選択肢は一つだぞ。他只有这一个目标。辛くしんどい選択だ。お前はもう演技を楽しむな。又回忆到那种自己唯一生存的意志都消失了。芝居のうまいやつってのは大抵芝居が好きで、芝居を楽しめることが最大の才能だったりする。お前はその逆をいけ。苦しみながら芝居をしろ。お前にとって演技は哦，别这样。辛く苦しいものであれ。楽しいなんて二度と思うな。哦，愛。そこをどけ、姫川大輝。あんまかな、黒川茜。お前らを下して俺はこの業界での評価を手にする。啊，何もいらない。俺にとって演じることは復讐だ。哦，天呐，感觉已经杀红了眼。这集其实我觉得感觉整体有一种好像差一口气一样，
情绪的推动其实多少有点分裂了。然后我每次觉得情绪要有一个小爆发的时候，他都好像又给我卡住了。我觉得就是在前面对于康纳的他这个演技爆发的时刻做的稍微有一点点不尽人意吧，尤其是他其实在那个时候并没有说是展现了多高超的演技的感觉，但是大家周围的人好像都哇一下看到了他高超的演技。节奏上面可能也有些问题吧，然后把两个人的这种高光的部分都放在一起，所以可能也有些局促。尤其是因为之前看过有这种这么出色的那种演出啊什么的，肯定会很期待这一集能做出一些令人眼前一亮的演出。不过阿夸的部分我觉得做的还挺好的，看到康纳他这个之前的故事也挺让人心寒的，就有这样的父母。他从上一季的时候，他一直家里就没有人管他的，他都是一个人自己生活的嘛。看到他一直以来也顶着这种压力吧，为了得到外界他妈妈的这个肯定，他这么小在娱乐圈真的是经历了很多的事儿，然后不得不去改变自己一贯的这种作风和演技的方式，不断的把自己压抑住，然后就为了成全大家。所以我真的很高兴，就是他能在舞台剧这里被阿快就是这样点醒，把他带到舞台的中央，有一个属于自己能绽放自己光芒的这么一个时刻，让大家看到他这个演技的魅力，而不是只是把他当做一个比较听话的演员。不得不说，他这一集把回忆穿插在这些演技之中的时候，就会有一些割裂感，他这样就有点让人这个情绪不上不下。我也很喜欢看到，就是当康纳他自己把自己的灯给灭掉，再让自己存在在这些阴影之中的时候，阿夸又这样子照亮了他，迫使他不得不去站在这种光亮之下，也有点让我想到了他们最开始的初遇吧。而且也是第一次在推子看到就是眼睛里面是繁星的这种眼睛，真的有种就是又做到了群星闪耀，然后又做到了像太阳般可以吞噬照亮所有人演技的这么一幕。看阿卡内就是心动的样子也特别可爱。这集康纳确实做得非常的闪耀，只不过期待可能稍微高了一些。而阿宽就是跟他们是截然不同的这种演绎方式吧。一演戏，他的这个病症也会发作，就他会压抑住自己在演戏中的这种喜悦感嘛。他更加是把这种演戏当做一个给母亲复仇的这个手段，而不允许自己沉浸在其中，能有喜悦的感觉。虽然他做不到就是像其他人一样享受在演戏之中，就像导演说的，他得反其道而行之了，将这些所有的痛苦、愤怒、仇恨成为他演技的这个动力了。最后一段他的那个飙戏真的就完全不像演的了，真的是他内心所有的这种仇恨。现在倒在地板上的公主又何尝不是当时倒在地上的爱呢？最后他提着大刀这样冲向那个大灰的时候，整段张力真的直接拉满，声优演出也非常的顶。不得不说，真的还是很心疼阿夸的，尤其是看到他那些所有痛苦的闪回，到现在他真的是已经达到了一个他复仇执念的最高点了。也看到他的眼睛已经从黑色纯黑变成了这种黑红的，每演一次戏都要揭一下自己的伤疤，让自己回忆出来这种就是痛苦，纯粹的这种痛苦。这一集虽然有一些低于预期的地方吧，但还是很期待动画工坊之后的这个剧情的演绎，尤其是阿快他的这个高光应该还没有结束，应该下一集还会有阿快的高光时刻。阿快也是逐渐走入这个失控了。那这期视频就结束啦，我们下期见，拜拜。